はい、始まりました。今回は友人からネタを提供いただきまして、ちょっと面白い逃走者ないですかということで、こいつを紹介していただいたんですが、はい、僕たちなりにちょっとアレンジを加えまして再解釈を再解釈、はい、再解釈を加えまして作ってみたんですが、今日の逃走者発表させていただきます。ジョン・ベントン5丁になります。相変わらずこれ誰やねんっていうねドクター風はい、これがね、これびっくりするぐらい面白い逃走者になってますんで、はい、今日は5、7ぐらいのカジュアル卓で、結構まあ低予算で組めそうなんで、低予算デッキという扱いになると思うんですけども、お安くお買い求めできますんで、はい、面白いなと思ったら作ってみてほしいんですが、はい、まず能力説明させていただきます。はい、セレズニア3マナ24、はい、トランプル速攻ついてるこの色なのにねこれ偉いよねこれ初めて見ましたね、あんまりないですよね。ないですね。はい、こいつがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、あなたとそのプレイヤーはそれぞれその点数に等しい枚数のカードを引く。はい、やばいですね何言うとるんや、はいまあ、こいつがまあ2点与えたとしますと。はい、ということはそのプレイヤーと私が2枚ずつドローすると。はい、これこれだいぶ舐められますよで、まあね、はい、これ何言ってんすかっていう能力なんですが、はい、これも結構面白い構成になってますんで、はい、まずどんな感じで戦っていくのかっていうのを紹介していきたいと思うんですが、はい、とにかくヘイトを下げるわけじゃないですか。なんでとにかくヘイトを下げて相手に何とかしてもらうんですよ。はい、ドローして相手がドローして、はい、自分もしてるけど相手にしてもらって、はい、で例えばそれで言いますと、よくロランとかありますよね。はい、ピッチャーして相手と自分がドローするみたいな、あとまあ結婚指輪みたいな、自分と相手がドローするようなカードありますよね。はい、そういうカードで相手にドローして、なんとかしてくださいと私は何もできませんのでできないのでそういう戦術でこいつは戦ってきます。はい、その中で例えば紹介したいのがフランフというカードになるんですけども、はい、今の04飛行防衛でこいつがダメージを受けるたび対戦相手1人を対象として、はい、そのプレイヤーと私はカードを1枚引く、はい、ということで殴ってきてくださいとアピールしてどうしませんかっつってお互いにドローしませんかっつってなるわけですよね。そうですね。まあ白身とって他にもそういったカードがありまして、はい、帰還した探検者セルバラというカードになるんですが、はい、こいつは3マナ24のクリーチャーでして、はい、タップすると各プレイヤーはそれぞれ自分のライブラリーの一番上にあるカードをまず公開します。はい、それが土地じゃなかったら、はい、緑1マナ加えて1点ライフを得る、まず全員公開して土地じゃなかったら加えるんですが、でそれあとみんなカードを引きます。結果引いてます。そうです。お願いしますお願いしますって言ってひねります。はい、っていうカードでしたり、他にも授けるものグランチというカードがあるんですが、はい、こいつはバルターズゲート本当は緑章3マナの05飛行でして、はい、あなたの終了ステップの開始時にプレイヤーを1人選びます。はい、そのプレイヤーは自分がコントロールしているクリーチャーの1体の上に11カウンターを2個置きます。はい、2人目のプレイヤーはカードを1枚引きます。はい、3人目のプレイヤーはホモストークン2個生成します。はい、これはまあそれぞれ選べますんで、はい、相手全部選ぶみたいなパターンもワンチャンまさかいいっすよとか言いながらヘイト下げる可能性もありますよね。一応ありますねであともう一枚紹介したいんですが、はい、宴の進行役というカードなんですが、これ面白いカードでして、はい、白4マーの34のクリーチャーでして、はい、あなたのアップキープの開始時に各対戦相手はそれぞれ金銭、友人、秘密のうちどれか選びます。はい、で金銭選んだプレイヤーはそれぞれ私とその金銭のプレイヤーはホーモストークンが出る。友人を選んだら私とそのプレイヤーが緑白の11を市民クリーチャーが出る。で秘密を選んだプレイヤーは私とその人がドローする、はい、ということなんで、はい、これかなり相手も利して自分も利する、
本当にもうやる気ないのかみたいなあの人一応手札も引いてるしなんか本物も出てるししてるけど何もしてこないなみたいな感じでねそうです実はこの宴の進行してるのは私だということですねこのデッキは、まず相手を律して相手に何とかしてもらいますはい、はい、これ自分では何とかしない自分では何にもしないです自分では何とか、はい、相手にリソースを与えて、はい、相手同士でちょっと何とかしてもらうと小競り合いしてもらうっていうプレートを下げて それがこのデッキのコンセプトになりますはいでそういったカードが入ってくるんですがで一応自分をやっぱり守らないといけないと思うんで自分を守るカードっていうのが入ってくると思うんですけど、はい、ミナスティリスの英雄、はい、これ、以前にも紹介したことあるんですがかなり兼ね合いが良くてですね、はい、6マナのクリーチャー46でしてこいつがバインディの時まず統治者になりますと、はい、で各対戦相手のターンの戦闘の開始時に私が統治者である場合、その対戦相手は X マナ支払っていい、で X はそのプレイヤーの手札にある枚数のカードに等しい、そうできないならそのプレイヤーは私を攻撃できないと、相手もちろん引かせてますから、はい、こっちを殴ってくることできませんよね。まあ5、6マナ払わないとできないとかできないですよねでしかも私は統治者だと、いうカードなんでかなり相性がいいですよね、はい、で守ってって盤面を長引かせて、最悪もし最悪ですよ決まっちゃいそうになったらラスする手段っていうのが必要になってくるんですが、はい、ラスするので一番適しているのが中世の確約というカードになってくるんですけども、はい、5マナのソーサリーでして、はい、各プレイヤーはそれぞれ自分がコントロールしているクリーチャー1体選んで制約カウンター1個置いて残りを生贄に捧げる、選ばれた各クリーチャーはそれぞれその上に制約カウンターが置かれ続けている限りあなたがコントロールしているプレイズウォーカーを攻撃できないと、つまり1個だけ残してラスして、で僕には殴ってこないでくださいっていうカードですよね。はい、はい、これちゃんと生贄なんでね。生贄ね、そうですね、いいですよねかなり。はい、でそういった兼ね合いでラスしていくパターンっていうのも結構ありますんで、はい、いわゆる破壊不能で守ったらどうか、という話になってくると思うんですよ。はい、守るカードっていうのは結構何枚か入ってくると思うんですけども、破壊不能が特に今の兼ね合いで言うと良くてですね、俗霊鎧っていう能力があるんですけど、要は破壊不能みたいなもんですよね。そうですね。はい。1回だけ。1回だけ。でそのエンチャントが1マナ域ぐらいだったら11上げてつくんで、1マナ域は入れてもいいと思うんですけど、スリーフォークのインゲーといういいカードがありまして、3マナのエンチャントクリーチャーで02の修正 OK。ジョン・ペントンは24なんで02で26になりますね。で26は別にいいかなと思いきや、こいつはパワーではなくタフネスに等しい点数のダメージを割り振ると。ってことは6点パンプできてるじゃんと。俗霊鎧もついてるので、かなり加盟がいいですよね。こんなのを入れていいんじゃないかなと。でパンプはしていきたいじゃないですか。やっぱり自分もパンプしつつ相手も数を増やしたいということで、一応ちょっとパンプするカードを何枚か入れたい方がいいと思いますので、中でもいいなと思ったのは高機王の野心家、これはもうスタンダードにはいませんが、2万11で毎ターン11カウンターが載せられるっていうクリーチャーなんですけど、1ターンに1個ぐらいだったらカウンター載せていけばヘイトも上がらないですしでも徐々に上げていきたいということで、噛み合いがかなりいいカードになりますよね。そうですね。はい、であといいなと思ったのが英雄の刃というカードがあるんですが、2マナのアーティファクト装備品で装備しているクリーチャーは3人の修正を受けます。3パンプできると。で伝説のクリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、あなたはその英雄の刃をそれにつけていい、ということで、例えば仮にですよ、ジョン・ベントンが出たターンにももちろんこれつけられますけど、死んじゃった場合、あると思うんですよ。で再キャストした時にもうすぐつけられるので、パンプする中では噛み合いがいいですよね。そうですね。そこついてるからね。そうですよね。はい。で再キャストする話で言いますと、みんな引いて自分も引くんでマナフラ
かなりしていると思いますので、はい、マナフラはもう全て再キャストにそう言い込んでくれというそうですね、はい、形になりますかね。はい、で引いて兼ね合いで手札上限なくすカードは何枚か入れてくださいということになります。でまあ今言った感じで、今言ったことをした結果どうなるかっていうのを想像してほしいんですよ、皆さんには。まあちょっとやってないと思うんで、やってないから想像するのはちょっと難しいと思うんですが、はい、まあ想定された結果としましては、わちゃわちゃした結果最終的に1対1になると思いますおそらくですが、はい、これ、分かりませんよ、はい、そうなるように締め切るんですが、そうなるように、はい、うまいことを対戦相手にドローさせてくださいということなんですね。そうです。で1対1になりましたと、はい、1対1になった結果フィニッシュできなきゃやっぱり勝てないじゃないですか。これ1対1になると、はい、パッと見は問題があるんですよね、はい、やっぱりその相手も自分もドローして相手に決められちゃうっていう問題生じるんで、問題生じますんでね、はい、なんでこっちが1対1になって決めに行くカードっていうのが必要になってくると思うんですよ。はい、その中で噛み合いがいいなと思ったカードが3枚ほど見つけてきたんですが、戦争と平和の剣、まず、はいはい、これは赤白剣なんですが、めったにお呼びがかからない赤白剣3マーのアーティファクト装備品で22修正でプロテクション赤と白、でプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびそのプレイヤーの手札にある枚数に等しいダメージを与え、自分の手札にある枚数ライフが得る、なんで相手の手札3勝してダメージを与えられるというカードがあります。はい、はい、ジョンベントンで使うとなぜかなんか相手が5ドローとかして結果元からある手札の枚数に加えたって5点からと。加えた点数を与えられるんですか。先に数から。なるほど。やばい。いや 5点でそれが10点になって15点ってことですか。ちょっと言ってることがよくわからないけど、そうっすよね。要は、ジョン・ベントンの誘発効果先に解決するので、はい、まず与えたダメージ分、相手引きますよね。引きますよね。自分も引きますよね。はい、でその後でこれ解決するから、はい、5点後の枚数の、5点だったとするとまず5点入るじゃないですか。それが相手は5ドローするんで、5プラス、例えば5枚だったら10点ダメージが当たって、それで合計15点ってことですか。そう結構やばくないですか。結構出るよ点数は。っていうカードを1枚じゃちょっと心もとなかったんで、他にも探してきたんですよ。浄化の鎧というカードがあるんですが、イニシエのこれは白3マナエンチャントオーラなんですけども、エンチャントされているクリーチャーはあなたの手札にあるカード1枚につきプラス1プラス1修正、なんで手札の枚数が増えてる分だけダメージが与えられるので、はいはい、でそれに似たカードで装備品でして、浄化の板金鎧というカードがあるんですが、装備しているクリーチャーはあなたの手札にあるカード1枚につきプラス1プラス1修正を受ける、はい、ということでもう手札かなり手札条件なくなって多い状態が想定されます、はい、その状態で殴っていけばワンチャン決まるんじゃないかなと、1対1なら一応速攻トランプルなんで、はい、抜ければ勝てますよね。そうですね。ライフが詰まってれば、はいはい、でそれをの兼ね合いで精神の病を這うものっていうカードがかなり噛み合いがいいんじゃないかなということになります、はい、このカードは5マナのアーティファクトクリーチャーでして XX のスタッツを持ってます、はい、で XX パートタフネスは手札のカードの枚数で、私がカードを引くたび各対戦相手は1点のライフを失う。これ対象に出しておいても別にそんなにヘイトは上がらないということで、はい、で最初に出している状態でジョン・ベントを誘発して、例えば2枚だったら2枚引いて対戦相手2点を失うぐらいだったら、別にそんなに構わないですよね。で一応そのブロッカーとしてこいつは立たせておくことができますので、場を持たせるという意味ではかなり相性がいいんじゃないかなということになりますかね。はい。っていった形で勝ってくるんですが、まあ面白カード1枚だけ紹介させていただきたいんですけども、僕の大好きな、激励というカードになるんですが、激励これは3マーのインスタント、緑のインスタントで、あなたが森をコントロールしているならあなたはこの上のマナーコストを支払うのではなく対戦相手1人3点ライフを得てもいいと、
3点ライフを相手が得たらこれをタダで取られますと。はい。で44修正です。うんうん。なんとゼロマーで、はい。すいません3点ライフ得ていいんでドローしませんかって謎の交渉が始まる。謎の交渉が始まって、はい、44修正なんで4ドロしてんのゼロマナ4ドロっすよ。ゼロマナ4ドロですね。相手もですけどまあその兼ね合いでこれ関係の強化する呪文、結構ありますね。1マーで44修正とか結構ありますんで、はい、それもワンチャン入れてもいいんじゃないかなっていう感じになりますかね。そうですね。はい。1マーでね4ドロですからね。これアニコを超えてますから。アニコを超えてます。0マーでお互い4ドロ。相手も引いてますけど。まあそんな感じになりますかね、こいつの紹介は。はい。楽しそうでしょ。楽しそうなんですよ。めっちゃ楽しそうですよね。めっちゃ楽しそうなんですよ。しかもその最後こいつ勝った日にはめっちゃ楽しいまま試合が終わりそうな感じがしますよね。そうなんですよ。これいいところは、はい、相手の行動を制限してるわけじゃないんで。そうなんですよね。ヘイトしてるわけでもなくて。そうそうそう。はい、相手が妨害し合うようにカードを引かせてるだけで。これ斬新ですよね。そうこれが面白いってね言ってくれた友人はねすごいセンスありますよね。びっくりしましたね。びっくりしましたよね。僕舐めてましたからね。まずだいぶ舐められますからねこいつ。そうですね。そもそもそういうデッキだから。なるほど。ヒート下げるっていうのはそういうことだから。いやこれ勉強になりますね。まあ面白いと思った方は、ぜひお安くなってますんで、やってみてはいかがでしょうかということで。はい、今回の動画は以上になります。おしまい。